ここに掲載したネルソン・マンデラの名言があなたの考えを変え、行動を変え、未来を変え、人生を変えることに役立てば幸いです。やり遂げるまではいつも不可能に思えます。教育は世界を変えるために使用できる最も強力な武器です。自由であるということは単に自分の鎖を振り切るということではなく、他人の自由を尊重し、それを高めるような生き方をすることです。勇気とは恐怖がないことではなく、恐怖に打ち勝つことだと学びました。勇敢な人とは恐れを感じない人ではなく、その恐れを克服する人なのです。成人を努力し続ける罪人だと考えない限り、私は成人ではありません。私の成功で私を判断しないでください。私が何度倒れて再び立ち上がったかで私を判断してください。自分の信じた人生を送る権利を指定された時、人はアウトローになる以外に選択肢はありません。変わらず残っている場所に戻ることは、自分自身がどのように変化したかを見つける最適な方法です。まずは自分自身に正直になることです。自分自身を変えなければ、決して社会に影響を与えることはできません。偉大な平和実現者は皆、誠実で正直でありながら謙虚な人々です。小さな物事に従事するだけでは、情熱は見出されません。自分の能力以下の人生に甘んじることに満足することはできないでしょう。良い頭脳と良い心の組み合わせは常に素晴らしい。しかし、これに読み書きできる舌やペンが加わると、非常に特別な存在になります。私たちが自らの光を放つことで、無意識のうちに他の人々にも同じことをするよう仕向けているのです。大きな丘を登った後には、登らなければならない丘がまだたくさんあることに気づくのです。貧困を根絶することは慈善活動ではなく、正義の行為です。奴隷制度やアパルトヘイドと同様、貧困は自然なものではありません。それは人為的に作られたものであり、人間の行動によって克服し、根絶することができます。それは、あなた方の偉大な世代にかかっています。あなたの偉大さを開花させましょう。あなたの選択があなたの恐れではなく、あなたの希望が反映されますように。交渉中に学んだことの一つは、自分が変わらない限り他人を変えることはできないということです。見た目は大事です。笑顔を忘れないようにしましょう。刑務所に入ってみないと、その国家を本当に知ることはできないと言われています。国家は、その最上位の国民をどのように扱うかによって判断されるべきではなく、最下位の国民をどのように扱うかによって判断されるべきです。リーダーは羊飼いのようなものです。彼は群れの後ろに止まり、最も機敏な群れを先に行かせ、その後、他の群れが後に続きます。しかし、羊たちは後方から指示されていることに気づきません。勝者とは、決して諦めない無双家なのです。彼が理解できる言語で話せば、それは彼の頭に届くでしょう。しかし、彼の言葉で話せば、それは彼の心に伝わるでしょう。生きることの最大の栄光は、決して転ばないことにあるのではなく、転ぶたびに立ち上がることにあります。真の指導者には、国民の自由のため、全てを犠牲にする覚悟がなければなりません。個人生活やコミュニティにおける他者への基本的な配慮は、私たちが情熱的に夢見る、より良い世界を実現するために大いに役立つでしょう。勇気とは、恐れがないことではなく、他の人に恐れを乗り越えるように勇気を与えることです。誰も見ていないかのように人生を送り、誰もが聞いているかのように自分を表現してください。あなたはこの世界で幸福行為よりも自主行為を通してより多くのことを達成できるでしょう。社会が子供たちをどのように扱うかほどその社会の精神を鋭く明らかにするものはありません。私たちが抱えている恐怖から解放されるとき、私たちの存在は自動的に他の人を解放します。成功するにはどこから始めるかではなく、どれだけ高い目標を目指すかが重要なのです。私は楽観主義者ではありませんが、
希望を強く信じています。人生において重要なのは、私たちが生きてきたという単なる事実ではありません。私たちが他人の人生にどのような変化をもたらしたかによって、私たちが送る人生の価値が決まるのです。時には偉大な世代が生まれることがあります。あなた方はその世代になることができるのです。自由での簡単な道はどこにもなく、私たちの多くは欲望の山頂に到達するまでに何度も死の影の谷を通過しなければなりません。あなたが小さく生きることは世界の役に立ちません。偉大にならないあなたは何者でしょうか？私は私の運命の所有者であり、私の運命のキャプテンです。一人の人間を別の人間から区別するものは与えられたものではなく、持っているものから何を作り出すかなのです。そっと歩みを進め、穏やかに呼吸し、大声で笑いましょう。人は憎むことを学ばなければなりません。そして憎むことを学ぶことができれば、愛することも教えられるでしょう。なぜなら、愛はその反対のものよりも人間の心に自然にやってくるからです。人間の善良さは隠すことはできても決して消すことのできない炎なのです。